You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. ジャンボビートナイトです。このタイムもご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日ご紹介するのは昨年ウィンナーウェルより登場しましたアイロンストーブのご紹介です。僕はウィンナーウェルの薪ストーブを使っているんですが、作りや性能はもちろんユーザーが求める機能をしっかり製品に反映している大好きなブランドです。そのウィンナーウェルからアウトドア愛好家の欲をくすぐる現代版アンティークな武骨なアイアンストーブが登場しました。というわけで早速このウィンナーウェル製アイロンストーブを開封していきましょう。まずはこの箱のデザイン、届いた時についついワクワクしてしまいました。当時のアメリカのデザインをしっかりと再現したアンティーク調のかっこいい箱。これだけ飾っても絵になりますよね。それでは早速本体を見ていきましょう。すごくかっこいい。男心をくすぐるこの武骨なデザイン。サイズを見ていきましょう。高さは25センチ、横幅 19.9 センチ、奥行きが13センチとなっています。重さは 2.4kg。 全体のサイズは小さいんですが、鋳物製のずっしりとしっかりしたアイロンストーブです。価格は税込み 57,500 円。決して安い買い物ではないんですが、この見た目どうしても手に入れたくなってしまいますよね。ちなみに皆様、アイロンストーブとはどんなものかご存知でしょうか。アイロンストーブの歴史は長く、1880年から1900年初頭、19世紀のアメリカの時代で言えば、西部開拓のフロンティア消滅、禁酒法制定、1920年頃くらいの間で、主にアイロンを温めたり、ちょっとした料理、馬車のヒーターなどとしても使用されていたのがこのアイロンストーブです。現代のキャンパーの間では、どちらかというとランタンとして使われる方も多いのではないでしょうか。このウィンナーウェルのアイロンストーブは、当時アメリカで使われていたアイロンストーブを忠実に再現しています。ヴィンテージのアウトドアショップに行くと、たまにこのオリジナルのアイロンストーブを目にすることがあるんですが、劣化が進んでいたり、状態のいいものは高値で取引されています。もちろんヴィンテージのアイロンストーブもいいとは思うのですが、安心なのはこのウィンナーウェルのアイロンストーブではないでしょうか。真鍮パーツも多く使用しており、細部まで妥協なくこだわりを感じる一品です。本体をもう少し細かく見ていきましょう。ガラス窓が前面と背面に配置されており、両方から炎を楽しむことができます。この辺りの仕様もとても嬉しいポイントだと思います。ここにはロックがついていて、このロックを解除すると煙突を傾けたり、煙突自体を取り外すことができます。ここには芯があり、幅は約10センチ。この芯を挟むこのプレートも真鍮を使っているというこだわり具合です。芯の長さを調節するこのハンドル、とても回しやすく、こちらも真鍮を使用しています。ここを回すことで芯が上下し、火力の調節をすることができます。この辺りはオイルランタンの仕様と似ていますね。燃料オイルを注入するこの注入口、オ
オイルキャップを回す仕様ではなく、引っ張ったり押すだけで脱着可能です。とても簡単に脱着はできるんですが、オイルキャップの作りもとてもしっかりしていて、裏側にはゴムパッキンがコーティングされています。なのでオイル漏れの心配もなさそうです。そして煙突上部には当時はアイロンを乗せていた五徳が装備されています。キャンプの際はここにやかんを置いておけばお湯も沸かすことができます。そしてもう一つ紹介したいのがこちらの専用のグリルプレート、ウィナーウェルのアイロンストーブ、初回出荷分の特典としてプレゼントされていたそうです。現在では別売りとなっており、価格は税込み2850円。ウィナーウェルアイロンストーブ本体のごとくにジャストフィットの純正グリルプレート、蓄熱性も高く鋳物製でしっかりとした専用グリルプレートです。取り外し可能なハンドルもついています。こちらの純正のグリルプレートのサイズは横幅 20.5 センチ、縦14センチ、厚みが 1.15 センチとなっています。重さは 1.3kg になっています。そしてハンドルの長さは 18.6 センチです。ちなみにこのウィンナーウェルのアイアンストーブには専用のケースがついてきます。本体がすっぽりぴったり入る専用のケース、収納ポケットもあるので燃料ボトルや先ほど紹介したグリルプレートも入れることができます。このケースがあることで持ち運びも非常に便利になるのではないでしょうか。ちなみにこのケースは折りたたみ可能な仕様になっているので、使わないときはコンパクトに収納することができます。さて実際使っていきましょう。点火するためにはこちらの芯にオイルを染み込ませる必要があります。実際使用する30分ほど前から準備しておいた方がいいみたいです。タンクの容量は 600ml、 燃料はパラフィンオイルが推奨されています。燃料の量もなるべく満タン近くに入れておく方が炎も安定するみたいです。アイロンストーブは芯の幅が広いので火力も光量も通常のオイルランタンと比べて強いのですが、その分燃料消費量も増えます。燃焼時間は環境にもよりますが約5時間。美しい炎を作り出すために芯がしっかり横に垂直になっていることを確認します。必要に応じて芯をトリミングしてあげます。芯の長さは3センチから5センチくらいにしておく方がいいそうです。それでは実際に着火してみましょう。今回はマッチで火をつけてみます。端から端まで徐々に火をつけていくことがポイントです。いい感じですね。着火を確認したら煙突を閉じ、しっかりロックします。ハンドルで炎の大きさを微調節していきます。あまり芯を出しすぎてしまうと黒い煙が出るので注意が必要です。 LED ランタンには出せない炎の揺らぎ、何とも言えない癒しを感じますね。五徳部分は徐々に熱くなっていきますので、誤って触れてしまうと火傷をしてしまうので注意が必要です。せっかくなので消火もしてみましょう。消火も非常に簡単で、ハンドルレバーを使って芯を下げて火力を弱めます。あとは息を吹き込むだけで火が消えます。このウィンナーウェルのアイロンストーブ、1点気になったことがあったのでご紹介します。外で使用した際に感じたことは、決して風には強いものではないんだなという印象です。特に風の強い日は風防を準備しておくことをお勧めします。せっかくなのでこのアイロンストーブを使ってコーヒーを一杯入れてみたいと思います。このアイロンストーブはアウトドアで使うことを前提に作られていますので、
換気のいい場所で使ってください。一酸化炭素中毒や火事の原因になるので、自宅で使用する場合は十分に注意が必要です。アイロンストーブの火を眺めながらお湯を沸かす。季節や火力にもよりますが、約10分程度でお湯が沸きました。お湯の温度を約93度にしてみました。さあ、コーヒーを入れていきます。さあ、お湯を注いでいきます。グラインドしたコーヒー豆にお湯を注ぐこの音、大好きなんですよね。いい香りがする。それではいただきます。うまい。コーヒーの香りが漂う場所でアイロンストーブの火を眺めてコーヒーを飲むこの時間、なんとも贅沢な時間です。せっかくなのでメンテナンスもしていきましょう。やはり火を扱うものなのでどうしてもすすが出てしまいます。すすが出るとこちらの耐熱ガラスがすすで汚れてしまう。すすで汚れてしまうとせっかくの綺麗な炎を見ることができなくなってしまいます。というわけでクリーニングをしていきましょう。この耐熱ガラスはマイナスドライバー1本で取り外すことができるのでとても簡単です。ガラス自体は決して厚みのあるものではないので割らないように注意して取り外します。こんな風に定期的にクリーニングしてあげることが大切ですよね。キャンプギアもそうですが、物を大切にするとそのものにどんどん愛着が湧いていきますよね。ランタンのように照明として使いながら五徳部分ではお湯を沸かしたり、専用の純正グリルプレートを使えば肉や魚を美味しく焼くことができます。ヴィンテージのキャンプギアとして造形物のかっこよさを目で楽しむ。そしてアイロンストーブの歴史を感じながらゆっくりと炎を眺める。その上では料理も楽しめる。人生の豊かさを感じさせてくれる一品だと思いました。